では今日はノーズスライドをやりたいと思います。急に始まる今お手ほどの先に見せた方がいいかなとか考えてたらいきなり始まったねとりあえずノーズスライド一発、超低いやつだけどノーアップノーズスライドはこのデッキのノーズを、今回ボックスなんですけど、ボックスに入れてスライドさせるトリックです。これはノーズスライドですね。で今回このバックサイド、後ろ側のスライドなんでバックサイドノーズスライドになります。こっちの方が最初簡単なんで、まずはこのバックサイドノーズスライドからやりたいと思います。まずやり方なんですけど、バックサイドノーズスライドなんですけど、このノーズスライドするときにここの部分が削れるんですけど、あとウィールがここの側面に当たったりノーズのこの先の部分が当たったりするので、そこら辺にしっかりワックスを塗り込みます。まあもともと塗ってあるからそんなにやんなくても。あとこういうとこですね、こういうところで峠刺さった。あとはこのノーズの部分と、あとこのトラックのここの部分がよく当たるのでしっかり塗ります。でまずはノーズスライドちょっと一発見せたいと思います。まあいいんでしょう。とりあえずはいいや。バックサイドノーズスライド結構難しそうに見えるんですけど、実はボックスのトリックの中で一番簡単なんじゃないかなって思ってます。なぜかというと、オーリーをしなくても入れるんですよね、低いやつだったら。ヒフティとかだと、バンクになってれば入れるんですけど、オーリーしないと入れないんですけど、ノーズっても最初から高さがあるんで、ある程度低い高さだったらそのままノーズ入れることができます。なのでまずはこのノーズスライドをする前にノーズロック、しっかりノーズを乗せてボックスに乗る練習をやってみてください。このノーズより低いボックスだったらそのまま滑り込めばこうやって入れるので、これぐらいちょうどいい高さ、何センチだろうこれ、10センチないぐらいの高さの場所を見つけて練習してみてください。まずそのノーズロックちょっと見てください。スタンスをノーズのテールにこういうふうに置いて、でこうやって滑っていけばそのまんま乗ることができます。でその時にしっかりスピードをつけて低い姿勢でこの板に乗って耐えられるようにで押し返す。これがしっかりできるように練習してみてください。だいたいみんな高い姿勢のままここに入っていって自分だけ向こうに行っちゃう人結構いるので、この低いボックスで止まろうと思った場合は体低くして足からここに抑え込みにいかないとなかなか止まれないので、もしかしたらしっかり走っていってここに飛び乗る、これぐらいのイメージで止まる練習してみてください。しっかりスピード出してしゃがむで押し返す。これができるようになると前足しっかりしゃがめるようになるんで、この前足をしっかり曲げる練習やってみてください。こうやって足が伸びきっちゃってこうなるよね。そうですね。大体みんなこうなるから、この前足をしっかりこの曲げる、この曲げるっていう動きを覚えてみてください。で本当に低い姿勢で横から押さえる、このイメージが使えるだけでだいぶ安定します。軸をしっかり保ったまんま乗る、降りる。はい。で一つポイントなんですけど、どうしてもここみんな突きに行こうとするとつま先でここに突きに行きたくなっちゃうんですけど、つま先で突くとどうしても体がこういうふうに伸びちゃうんで、ここかかとをしっかりここにつけるように意識してください。ノーズ乗った時にかかとをボックスにしっかりここにつけるようなイメージでグッて、そうするとかかとをつけようとすると勝手に膝が曲がります。なのでつま先でこうやって乗るんじゃなくて、かかとをしっかりここに乗せに行く、これができると
めちゃめちゃ安定感が上がります。で今やったことをそのまんまラインを変えて斜めに入ればもうノーズスライドできます早すぎるまだちょっと早すぎるノーズロックできるようになったら今度は一回乗ってでこっちのテールに乗り換えた時に体を回す練習をやってみてください。そうするとスライドをやんなくても流れができるようになってくるんでノーズロックしたアウト、これを慣れるまでやってみてください。ちょっと雰囲気出てきたでしょ、そうでしょ。ワックスが塗ってあったりするとこれが滑り出します。で勘がいい人は気づいたかもしれないんですけど今俺かかとでこうやってキュッキュッキュッってキュッキュッキュッってコントロールしたの分かりましたか？これつま先で乗ってるとスコーンって抜けちゃうことがあるんですけどこうやってかかとをつきに行くと板は滑ってもかかとでこういうふうにブレーキをかけることができるのでつま先は板に乗ってるけどかかとはボックスを押さえるようなイメージで滑れると安定します。まくられづらくなります。まくられるときはしっかりまくられるから何やっても取れた OK 終わりですで、実際ボックスってこれぐらい高いものもあるんですけど、オーリーしてオーリーをしっかりしてノーズをかけに行くのが一番いいんですけどこれぐらいの高さだったらオーリーしなくても十分ノーズ入るのでこれぐらいの高さだったらしっかり体重移動ができればノーズロックできます。こんな感じでまずはしっかりノーズロック練習してみてください。でこの時にこっちだけに乗るんじゃなくてこっちの後ろ足を押さえてあげるとしっかり安定するようになります。でアウトはしっかりオリン、これをひたすら練習してください。安定するまで乗ったらアウトする。この時に結構みんなこのウィールが超えちゃってスコーンって抜けるのが怖いと思うんですけど僕が教える時はここ見てもらうと分かるんですけどこのウィールの位置からノーズの位置結構幅がありますよね。この間をこの角に狙っていけば絶対に入るのでここら辺の幅を当てるようなどこでもいいんで当てるようにすれば必ず入ります。なので上げすぎないようにウィールより上げないようにすれば必ず入ります。なので上から押さえ込むっていうよりは下から入れるイメージを持った方が安全です。そしてしっかり押し込めるのでしっかり入るようになります。なのでスピードを出してもらってこんな感じで安定して乗れるようになります。で慣れてきたらいよいよオーリーして乗るんですけどでこの時にボードスライダーも一緒なんですけどこれ体を回そうとすると足が乗った位置ってもう軸が傾いちゃってるのでここに乗った瞬間に曲げられちゃいます。なので乗せる時はまっすぐ回すんじゃなくて前に進むようなイメージで乗りに行くとしっかり軸が安定して乗れるようになります。なので軸をこう傾けないように体を回そうとすると先に行くと軸が完全にここに傾いちゃうから必ず自分がここに軸を保ったまま前に行くような。よく言うのは乗った時にこのテールを押し出して平行にするようなイメージ。まくられちゃうと平行に持っていけないんでしっかりかぶせて平行に持ってってあげるようなイメージが作れるといいと思います。なので慣れてきたら斜めに入ってまくられないようにまずはしっかり安定して乗る、これを意識して
やってみてください。滑り抜ける必要はないんで、まずはボックスの上に止まる。それ意識してください。止まる。止まってればずっとスライドできるんで。でアウトですね。でアウトする時もここでしっかり踏んであげると隙間ができるんで、ここでポップするといい感じにアウトができますいい感じに。でノーズスライド乗れるようになったら意外とダウンレッジでやると簡単です。なんでかっていうとノーズ入れちゃってかかとを押さえればこうやって滑り降りることができます。もう本当に大西乗るだけでこうやって勝手に滑ってくれるんで、乗り方が分かっちゃえば意外と急なレッジでもノーズスライドできるようになります。まずはこうやって片足だけでこうやって滑ってみてもいいんで、こうかかとをしっかりかかとをこうにずりながらやると安定して降りられるんで、ノーズをかけたらかかとをずるようにコントロールしながら降りてみてください。あとはもうその姿勢に持っていければスムーズにノーズスライドできるようになります。はい、こんな感じで頑張ってやってみてください